This is God's Box Radio. 世界の皆さんこんにちは、ゴッツボックスです。今日はですね、タイトルにもある通り SH モンスターズとハイヤトイズ、一体どっちを選べばいいの、どっちを買えばいいのっていうことで、あくまで僕の個人的な見方にはなるんですけど、僕なりのねちょっと考えとかいろいろそういったのをお話しできればなと思って、今回このような動画にさせてもらってます。ゴジラのアクションフィギュアといったらやっぱこの毛圧じゃないですか。で、皆さんもご存知だと思うんですけど、ハイヤのエクスクイジットベーシックシリーズ、ハイヤトイズっていうメーカーのアクションフィギュアが今ものすごい勢いでこうガンガン攻めてきているということで、結構僕の YouTube とか TikTok、Instagram やってるんですけど、そういった SNS のコメントで結構毛圧のこれとハイヤのこれ悩んでますとかっていうコメントもいただくようになってきました。なので今回はちょっとこうやって動画にしてみようかなと思って撮っております。中にはね、俺は毛圧一強だよとか、俺は毛圧推しだからとか、いや俺はもうハイヤでいいやっていう人もいると思うんですけど、この動画を見て自分なりの考えとかね、皆さんの思いとか聞けたら嬉しいなって思ってますんで、コメント欄でいろんなことを残してもらえればと思います。早速なんですけど、まずはモンスターズ SH モンスターズのメリットからちょっと簡単にご紹介していこうかなと思います。メリットとかデメリットを今からご紹介するんですけど、僕個人の見解なんで、いやそれは絶対違うだろうっていうのがあればご指摘ください。モンスターズのメリットなんですけど、まず前回の動画でも箱問題ってことをやったんですが、モンスターズはとにかく本当に箱がかっこいいです。パッケージが好きです。箱も含めてちゃんと一つの商品が成り立ってるって僕は思ってるんで、まずモンスターズのメリットの一つは箱がかっこいい、パッケージからもかっこいい、コンセプトがかっこいいって感じですよね。ゴジラがゴジラらしいパッケージでちゃんと入ってるっていうのが僕はモンスターズのいいところの一つだなって思います。二つ目はアクションフィギュアなんで造形とか可動っていうところなんですけど、モンスターズは造形も可動も僕は悪くないと思ってます。むしろ可動に関してはモンスターズの方がちょっと勝ってるんじゃないかなって思ってるぐらいですね。で、結構関節が柔らかい、モンスターズは結構関節が柔らかいので、いろんなポーズが取りやすいかなと思います。なので造形と可動は結構僕はいいんじゃないかなと思ってます。コングとかスペースゴジラとかもそうですが、そういったねゴジラに限らず造形とか可動っていうのはもう文句ないと思っています。3つ目がエフェクトパーツが多いっていうことですね。ハイヤでもエフェクトパーツっていうのをね最近つけ始めたんですけど、毛圧はねやっぱりねずっと前からエフェクトパーツっていうのが割と結構ついてることが多いので、そういったところもいいところの一つかなと思います。で、4つ目は種類が豊富っていうことですね。その種類っていうのはそのキャラクターの数が豊富ですね。なのでモンスターズはずっと前からやっぱりバンバン出してるんで、圧倒的にいろんなキャラクターがいたり、いろんな時代のねゴジラをねちゃんと出してってるっていうことで、やっぱり種類が豊富です、モンスターズは。それもいいところの一つだなって思います。次のメリットは、僕も日本人なんですけど、日本人はやっぱり毛圧が買いやすいっていうことで、公式サイトで予約が始まった時にもう予約できて、発売日にすぐ届くよっていうのがやっぱりいいところの一つだと思います。もう一つメリットがあって、そのメリットの恩恵を僕はあんま受けてはないんですが、コレクターが多いのでやっぱり高値で売りやすいっていうのはありますよね。デメリットでも紹介するんですけど、やっぱりねコレクターが多いっていうことはそれだけ欲しがる人も多いっていうわけですから、高値で売りやすいし、ある意味デメリットの一つとして古いモデルのやつはやっぱり高くついちゃうっていうね、そういうこともあるんですけど、高値で売れてくれるっていう、それもメリットの一つだとは思います。 This is God's Box Radio. はい、続いてはハイヤトイズのエクスクイジットベーシックシリーズのメリットをご紹介します。このエクスクイジットベーシックなんですけど、なんといっても僕はやっぱり造形がいい、これがすごい最大のメリットかなって思います。
造形と彩色なんですけど、結構申し分ないぐらい僕はいいと思ってますね。はい。この次のメリットなんですけど、このクオリティに対して価格が割と安めだと思いますっていうのは僕はメリットの一つだなと思います。もう一つのメリットが比較的に在庫が多いっていうことですね。このモンスターズとかはね、予約注文の段階で売り切れちゃったりっていうことがたまにあるんですけど、このエクスクイジットベーシックシリーズっていうのは今のところ割とみんな買えてると思います。今古いモデルを買おうとすると売り切れだよっていうのもあるんですけど、比較的みんな欲しい人が買えてるんじゃないかなって僕は思ってます。っていうのもいろいろサイト見ててもやっぱりその新しい製品はねまだ全然売り切れとかってなってないんで、欲しい人が予約して買える環境にあるのかなっていうのは思います。前のモデルはちょっと別ですけど。で、次のメリットがフリマサイトとか中古市場ですね。そういったところでも価格が高騰しすぎてないので手に入りやすいっていうのが一つあると思います。コレクションでいっぱい集めてる人にとっては非常に今揃えやすいとか買いやすい、昔のモデルもそんなに高くないからまだ手に入りやすいよっていう感じですね。で、最後のメリットがマジで今めちゃめちゃ伸びてるっていうことですね。いろいろね、インスタグラムとかホビーショーとかでもハイヤートイズのブースがあってリーク画像とかねいろいろ出てるとは思うんですけど、とにかく今バリエーションも増やしていて、日本の平成シリーズとかもねラインナップに取り入れたりして、とにかく勢いがあると。なので今後のラインナップとか今後出てくるゴジラのね造形とかっていうのすごい気になったり、ワクワクがね本当に今止まんないような状態なんで、今ねそんなような勢いがあるっていうのが一つメリットかなと思います。 This is God's Box Radio. はい、次にデメリットだなって思うところを紹介していきます。まずモンスターズからですね。まず一つ、高い。もう本当に値段が上がり続けてるんじゃないかなって思います。コストがかかったり、日本ではねいろいろその値上がりの動きだったりっていうのがあるんで、企業的にはね仕方ないことで本当はしたくないっていうのはね分かってはいるんですが、モンスターズはちょっと高くなってきてます。僕もモンスターズいろいろコレクションしてるんですけど、ちょっときつくなってきたなって思うぐらいちょっと高くなってきてますね。で、もう一つモンスターズのデメリットが、結構人気商品だと手に入りづらいっていうことがあります。何年も前に発売されたものとかはとにかく価格が高騰していて手が出せないレベルになってきてます。あともう一つ僕がデメリットだと感じているところが、稼働がねめちゃめちゃいいためにパーツが取れやすいっていうことです。ガシガシ動くのはいいんだけどパキって取れる感じですね。壊れるわけじゃないんでデメリットっていうか分かんないけど、パーツが取れやすいっていうのはすごくあります。あともう一つが、最近インスタグラムとかでもよく見かけるようになったんですが、モンスターズは彩色とかね色の塗り方とかがちょっと雑だよっていう投稿をめちゃめちゃ見かけます。その実際ねまだ僕が見る限り、うわ最悪だなこの塗り方とかっていう風には僕は思わないです。僕は正直ねそんなに気にならないです。SNS を見る限り色の塗り方が悪いよっていうユーザーの人結構多く見かけるので、そういう意見が多いってことはやっぱそういうことなのかなとも思います。はい、じゃあ次はこのハイヤのエクスクイジットベーシックシリーズのデメリット。このハイヤは僕たち日本人なんで、日本人からするとこの海外の製品っていうことになるんで、日本だとやっぱりちょっと手に入りにくいっていうのがありますね。それこそ最近メルカリとかでよく見るようになってきたんで、まだ買いやすくはなってるんですが、僕がねこのハイヤーのエクスクイジットシリーズを買い始めた時はほとんどメルカリでも出回ってなくて、ここなら唯一信用して買えるかなみたいなところで買ってたんですよ。そういった意味で手に入りづらいっていうのも一つデメリットかなっていうのもあります。海外の製品で海外のサイトで取り扱ってて日本にも送れるよっていうところもあるんですが、とにかくねその日本で販売しているサイトも海外から直で送ってきたりするんで、到着までにやっぱ時間がかかっちゃうっていうことがデメリットの一つかなと思います。だいたい発送したよっていう連絡から
1週間とか遅くて2、3週間ぐらいかかっちゃうこともあるんで、到着までにちょっと時間がかかるよっていうのはどうしてもあるかなと思います。でその海外発送の話の続きなんですが、やっぱり海外からいろんなところを経由して送られてくるような荷物なんで、箱の破損とかが多いですね。割かし確率的にですよ、モンスターツを何個も買ってるんですが、箱がめちゃめちゃに潰れてるってことはほぼないんですよ。だけど海外から送られてくる箱っていうのは3つか4つに1つぐらいは箱が潰れてるんですよね結構潰れてるんですよ。なのでもうパッケージを取っときたいっていう気持ちもなくなっちゃうし、もう到着した時にあーってなるのがわりかし多いです。結構海外からの荷物はそういうことも結構あるんで、そこはねそういうことがありますよっていうことでデメリットの一つかなって思います。であともう一つデメリットがあって、ハイヤトイズは発売時期がちょっと分かりづらいかなっていうのが僕はあります。でサイトとか見ると結構クォーター1とかクォーター2とかそういう書き方なんで、僕自身も何月に出るんだろうとかっていうのがよく分かってないんですよ。なんでその発売時期が分かりづらいっていうデメリットとかもあります。This is God's Box Radio. はい、ということで今日はこのモンスターツ SH モンスターツとハイヤートイズのエクスクイジットベーシックシリーズのメリットデメリットをご紹介してみました。正直に言うと、僕ははっきり言って一長一短だと思うんですよ。どっちもいいところあるし、どっちも悪いところあるっていう。だから逆に面白いし、集めがいがあると思っちゃうんですよ。このね造形っていうのがねまた一つね個性じゃないかなって僕はすごく思ってます。もう見てもらえば分かる通り、同じゴジラでも全くもって違うものに見えるじゃないですか。これが造形の面白さ楽しさだとも思うし、個性だと思うんですよね。例えば今回のこのゴジラの映画の劇中に近い方が欲しいなと思ったらこっちだなとかっていう選び方もできるし、ゴツボックスの動画見てこのモンスターツの方がよく動くなとか、こっちの方がちょっと楽しそうだな、ワクワクするなって思う人は SH モンスターツを買えばいいと思うし、そういういろんなところにそういう個性が散りばめられてると思うんで、だから僕はどっちにも頑張ってほしいなっていうのがあるんですよ。どっちにも頑張ってほしいなってめっちゃ上から目線なんですけど、なんで僕はねどっちもね一長一短いいところも悪いところもあると思うんで、皆さんがねこっちの方が好きだなっていうのを純粋に僕は選んで楽しむのが一番ベストなんじゃないかなって僕は思ってます。でその上で今からゴジラのアクションフィギュアを集めたいよとか揃えていきたいよっていう人におすすめするんであれば、僕はやっぱハイヤーですね。どっちかおすすめしてよって言うんだったら僕はハイヤーをおすすめします。なんでかっていうと、やっぱさっきも言った通りこのクオリティで価格も抑えめっていうことで、これを勧めると思います。でもこのね SH モンスターツっていうのは僕にとってすごいゴジラを集めるきっかけにもなったし、とても思い入れがあるしね、いいところがいっぱいあるんでね、僕はモンスターズもやっぱりちゃんと買っていきます。はい、ということでね、今回はこの SH モンスターズとハイヤーのエクスクイジットベーシックシリーズ、読み方が合ってるか分かんないんですけど、この2つをね比較してみました。比較っていうかこの2つのねいいところ悪いところをちょっとご紹介しました。この動画を見て皆さんの意見もめっちゃ聞きたいんで、ぜひコメント欄にね、いや俺はもうスターツだよ、いや俺はハイヤーだよとか、いや俺はどっちも集めてるし、俺はもうどっちも買わないよみたいな、いろんなねなんて言うんだろう、その意見があると思うんで、ぜひねコメント欄でその意見をね聞かせてもらえると嬉しいなって思ってます。2回連続でこうやって声を取ってね動画を作ってみたんですけど、今後もねこういった声入りの動画っていうのはやっぱり上げていくと思います。っていうのも視聴者の方とやっぱりコミュニケーションを取る機会をもっと僕は増やしたいと思ってるんで、やっぱりそういった意味で声をね取って皆さんともっとより深くつながれるような努力っていうのをしていけたらなって思います。でも最近はフィギュアがねなかなか届かないっていう、10月末に
フィギュアいっぱい届くと思うんですけど、またそういったフィギュアが届いた時はまたいつものスタイルの動画でやっていくとは思うんで、2つとも楽しんでいただけたらなって思います。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。前回のコメント欄は本当に嬉しいコメントばかりいただいて、選ぶのがすごく大変だったんですが、こうやって日本語で喋ってるから外国の方の反応ってどうなんだろうってすごく心配だったところがあるんですけど、こういったコメントをいただいて本当に嬉しく思います。本当にサンキューソーマッチです。ありがとうございます。